リクルートに入ってデザインの勉強を始めたんです。デザインに行くんだ。そうリクルートって求人高校でこういうふうなね求人高校のデザインを自分でしたり、これをコピーライターこういうかっこいい系のねこういうデザインが好きだったんですけど、こういう系のデザインの勉強を本当に広告デザインのこれは入社してやってたってことですか？これもねアルバイトでこれやらすの？賞とか僕アルバイトが取っちゃったから。アルバイトで賞取ってんの？そうリクルートの中の社内のね賞があるんですよ。全国でやっぱり200人ぐらいクリエイターがいる中で、その中でトップを決める中で新人賞をまず取って、その後もう賞を取ったので、もうすごい調子に乗って俺いけるやんと思って。石次郎で取ってる。それでデザインできるようになった。でデザインできるようになった時にこの時にですねリクルートに伝説のデザイナーっていうのがいるんですね。坂口健っていうんですけど、なんでその人がリクルートに入ったかというと、僕とちょっと似てるんですけど、RC サクションのレコードジャケットが作りたいからでその時にその人も田舎でレコードジャケットのデザインを作らせてもらえるの。どこかリクルートだったらアルバイトで入ってデザインの勉強ができる。だから俺は RC サクションのジャケットを作りたいからって言ってリクルートに入ってですごいデザインのセンスがあって、そのまま東京に転職して東京社内移動で行って、そのまま独立してブルーハーツの最初のジャケットデザインを作ったのが坂口健。すげえ。そうなんだ。爆竹とかブルーハーツが当時ならかっこいいデザイン、RC はできなかったけどブルーハーツの初期のデザインをしたもうそういう伝説の人がいて、なるほど、かっこええかっこええ。ちょっとゲームとか忘れてだいぶ映画とか忘れてかっこええレコードジャケットかっこええ俺も作りたいと思ってもうナンパやから、ほんで当時江坂っていうね大阪の新大阪なんですけど、江坂っていう場所が営業の拠点だったんですよ。新大阪の営業所のリクルート、そこにですねカルチャーコンビニエンスクラブっていう会社ができた。TSUTAYAの本社です。CCC ですね。それがまだできたばっかしの会社で、そこの求人広告を僕作る担当だったんです。この会社面白いわ、この会社入ったらレコードジャケット作れるのちゃうかと思って転職したんですよ。でそこでこういうキャンペーンか。そうサマーフェスとか書いてある。そう CD あとはこういうペーパートランザクションっていうですね。でこうやってるとTSUTAYAなのでですね店舗研修っていうのがあるんですね。でレンタルビデオのやっぱ店員を1日2日やってこいと、お店が分かるために。大きいとこどこもあるわそれ。すごくいいことなんですよ。勉強なんですよ。で行った時に思ったこと、この大量のビデオ、映画の中になんで僕の作品がないんだ耐えられない、どうしよう俺映画作りたかったんちゃうの、なんでこんなに1万本も2万本もビデオあんのに僕の作品ないの、俺アホちゃうと思ったんですよその時にビデオを社内で、増田社長って社長さんの初代社長に気に入られて、お前いろいろなんか映像も好きそうなんで映像作ってもいいよって言われて、社内の入社案内ビデオの絵コンテ書いたりいろんなことやって映像をやりだしたんですよ。だから余計俺映画撮りたいと思い出して、で東京行かな、どうしよう、25歳ですよ、27歳の時ってその、25の時に、もう会社辞めて東京行こうと思った時に、じゃあ俺が師匠として仰ぐのは3人、この3人に会って面接してもらおう。1人が富野義行やガンダムのね日本サンライズにまず履歴書を書こう。次は宮崎駿や自分でビッグネーム出てくんな徳間書店のアニメ事業部に履歴書を書こう。でもう一つが庵野秀明ガイナックスすごい3人だな。時期がいつかというとガイナックスが覚えてるのはナディアの後でエヴァの準備中ですね。そう庵野さんが逃げちゃダメだと思ってた頃そうだまず富野義行、日本サンライズは門前払いでしたね。なんかね人事部の部長さんが出てきて、そういう人いっぱい来るんだよねみたいな感じで扱いされて、そんな感じなんだ。本当にガンダムファーストから見てて最初から見ててって言ってリアルタイム見てたんですよ。もうそういう人いっぱいいるからみたいな富田さんとかいないしここみたいな。富田さんと会ってみる、ひどい目に遭うからみたいなそれ後々だといろいろ分かるんですけど、分かるんですけど、それでも富田さんに会いたいって言ってつないでもらえなかったんですよね。普通そうでしょうね。それでそれは残念で、その後徳間書店に行って、それはね徳間書店の尾形さんっていうアニメージュの鈴木さんの前の編集長がすごいよくしてくれたんです。
でジブリに直接は紹介できないけど、いろいろ徳間でやろうとしてるから、なんか東京に来るんだったら面倒見るよみたいなこと言ってくれて、でジブリはその時募集してないって言ったのかな、募集してないのかね、演出をね第1回の研修でやって、で締め切った後か何かで、今はちょっとタイミングが悪いから、次2回目があるかもしれないから、それ東京来るんだったら、その徳間書店のアニメ事業部で少し面倒を見るかも、みたいなこと言ってもらって、おやった、で最後 INAX、でそこへ行ったら、庵野秀明がいた。いたんだ。面接で一言も喋らなくて、ただ資料をこうやって見てました。見て想像つく。ただ見てる、何も言ってくれない、何も言ってくれない。すごいその時にイラストいろいろ見て、連絡なかったです。ないんか。ダメだなと思ったのは、普通のやっぱサラリーマンして給料がそれに高かったんですね。なるほど。やっぱりその年収がやっぱり500弱ぐらいだったんで、やっぱりそのぐらいじゃないとみたいなことを言ったら、そこからね空気が変わった感じしました。まあなんかこう見なくなった感じしました。こう見てたのが見なくなった感じ。それはないな、アニメ業界。それはそうなるね。で徳間書店に行こうと思って、カルチャーコミュニティクラブで辞めたいって言ったら、増田宗明社長がやっぱそういう時に、引き止めるんですよね。まあそりゃそうでしょう。会社作ったるわ。じゃあマルチメディアの会社作ってそこでやってみたらどうだ。CDI っていうのがあるんだけど、その会社作りたいんだって。でそのビデオ会社の社長と一緒にやってみたらどうかって、別に部屋作ってやる、まあいいかなって思ったわけですよね。宮崎さんと会えるわけじゃないしみたいな。それで2年間我慢した。2年間我慢していろいろその映像のインタラクティブをやってて、でまたゲームっぽかったんですよ。でその時にアリスとかですね、エルゾーンとか、そのマッキントッシュ系のインタラクティブのゲームが出だして、でその中にスペースシップワールクっていうですね、海賊ものの海外ものゲームがあったんですよ。これブレードランナーのパクリなんですよ。これがですね、声がリアルタイムに出て CG でポリゴンでレンダリングしたやつをレイヤー化してまるで CG がアニメしてるみたいに動くようなマクロメディアディレクターが作ったゲームだったんですよ。それ見た瞬間、自分の作りたいもの作ってるわ。当時このゲームの時に作りたかったものができてる Mac でやれるんちゃうと思って、これはなんとか東京に出口を見つけようと思って、東京出張のたびにいろんなところにこういうの作れるとこないかなと思ってる中ですっと紹介していただいて入れたのがその日経か。その中で最初はその企業のためのマルチメディアというゲーム作ってみへんかってさっきの話になって、でその中で作ったのがこのリトルラバーズというですね、このリアルタイム、これもねラブプラスに先駆けて10年以上前に同じような3人のキャラクターで、しかも同じように髪型が短いとか、これね似てるんですよ。確かにバランス似てるわ。似てるんですよね。これ内田さんに始めたって知ってますって言ったら、じゃあ目を泳いでたから知ってる研究してる。確かに全部ちょっとずつ早い。これがね、当時ログインとかの、セールスランキングの2位になったんですよ。素人が作ったゲームですよ。日経グループでやっぱ素人のチームで作ったゲームが2位になって、やったーと思って、企画は良かったんだと思って、で頑張って、じゃあゲーム業界に、じゃあ自分なりのやっぱりそのなんていうか作品を出していって勝負していこうと思った。もうここら辺になると、ここで初めてカタカナの CG があったかな。この一つ前に。そうなの？それまではね、多分漢字で石井二郎って書いてたんですけど、でこれはカタカナになって、その一つ前のマリアっていう作品でカタカナになって、それはなんでかというと、オープニングを作ってる時にスタッフのクレジット作るじゃないですか。その時石井二郎っていうのを、エヴァの影響で極太民調とかでガンガンガンってやった瞬間、間抜けなんですよ。2がね、なるほど、間が抜けてるみたいな。でこれかっこ悪いなと思って、カタカナにしたら、カタカナにして詰めたらかっこよかったので、もうカタカナでいこうと思って、デザインから入ってる。なるほど。でここで石井二郎がだいぶ誕生してますよね。へえ。あかん、俺ずっと聞けるわこの話。めっちゃおもろい。楽しい。ちょっとね次チューンソフト入ってからの話をね、ちょっと聞いていきたいなと思います。今日は多分何にも予定通りに進まないと思います。ではまた次回。